はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。今回も前回に続きまして、包丁コレクションシリーズをお送りしていこうと思ってるんですけれども、今回ご紹介する包丁は、正本総本店と築地の正本、ちょっと合わせてご紹介していこうかなというふうに思っています。で、まず歴史を簡単にご紹介していきたいかなというふうに思っています。はい、こちらです。はい、一応ちょっとこんな形で書き写してみたんですけれども、明治6年、松沢猿之助さんっていう方が埼玉で始めましたね。一応47歳でお亡くなりになってるんですけれども、猿之助さんにお弟子さんが5名いまして、そのうちのお一人、平野吉蔵さんっていう方が大阪堺の包丁作りなんかを学びに行きながら勉強していったと。で、埼玉に帰ってきて、正本という自らが開業して刃物屋を営んでいったと。後に屋号は今の正本に変わるんですけれども、この猿之助さんがお亡くなりになって、吉蔵さんが師匠の恩恵を受けていたので、正本の二代目と自らを名乗って初代を松沢猿之助さんにしたというふうなことで、正本はそもそも平野吉蔵さんが開業して作ったというふうな感じになっています。で、関東で初めて本焼きを始めたのもこの吉蔵さんになりますね。工場も埼玉から後に墨田区の方に移転するというふうな形になっています。で、吉蔵さんに息子さんが3名いまして、長男の佐吉さん、次男の宗吉さん、三男に平吉さんというのがいるんですけれども、そもそも皆さん独立していきながら刃物屋を営んでいくんですけれども、長男の佐吉さんは吉蔵さんから受け継いで正本、今でいう正本総本店様の3代目。で、佐吉さんの長男の正吉さんが4代目。で、正吉さんの次男の平野森助さんという方が5代目。で、現在は6代目というふうな形で営業されています。で、長男の佐吉さんの次男の秀吉さん、この方が初代築地正本、築地の方と豊洲の方にお店がありますけれども、こちらの初代になったと。で、築地正本の方は今、平野美沙夫さんと読むんですかね。この方が2代目で営業されていると。そんな流れになっています。で、吉蔵さんの次男の宗吉さんっていう方は、浅草正本という形で独立しまして、現在は浅草の仲見世の柳通りにある金宗さんというふうに名前が変わって、現在は6代目になっています。で、ここも兄弟が今分かれてですね、金宗と本家金宗という形で、浅草の近い場所にあるんですけれども、営業されています。三男の平吉さんは、熱海正本というふうな形で独立したんですけれども、現在は廃業して亡くなっていると。なので、今は正本総本線と築地の正本ですね。あと金宗さんがあると。ちなみに、この次男の宗吉さんと修行された同門の方が、埼玉の越谷にある正千代さんというブランドの刃物店をやっています。それと、おそらく総本店の平野森助さんの親戚が東京の亀戸にある吉実というブランドの包丁を販売されてますね。一応こんな形で正本さんの系列があるというふうな感じになってます。では、私のコレクションを紹介していこうかなというふうに思うんですけれども、正本総本店さんと築地の正本さん、合わせて20本ですね。左から柳包丁が4本。で、タコ引きが1本です。これは新品のものを本刃付けと言いまして、最初使う前に研ぎ直すんですけれども、そういったことを施しただけで、尺1寸33センチ。こちらも同じ長さですね。これも状態としてはいいような感じなんですけれども、あと、築地の正本と、純日本校正本総本店という風な形で、30センチの柳が2本あります。本焼き包丁は、正本さんの場合は、すぐ刃と言いまして、刃文はまっすぐになってますね。正本系列さんの本焼きは、同じ鍛冶屋さんのところで作られているのかななんて勝手に思ってますけれども、
まっすぐなタイプが多いんですよね。こちらの薄葉も本焼きなんですけど、すぐ刃ですね。まっすぐ刃文が入ってるタイプになってます。それと、築地正元さんの方は、正元の前に気づくという字が入ってるんですけれども、裏見ると、丸に秀という、丸秀というのが入ってますね。これ秀吉さんのマークかなと思うんですけれども、そういったところで見分けられるので、気づくという字が入っていなくても、後ろに丸秀と入っているので、築地の正元の方になってますね。そんな見分け方があるんですけれども、タコ引き包丁が1本。で、続いてどでかい黒打ちの鮭切り包丁ですね。なかなか一般的には使わない包丁かなと思います。魚屋さんが大きい魚の切り身を切るのに必要になるのかなという感じですけれども、これも築地の正元で丸秀というマークが入っています。あと出刃包丁。こちら新品ですね。正元総本店。22.5 センチ。水牛の絵がいい感じの色でかっこいいですね。これもおそらく総本店って売ってないんですけど、箱が総本店さんの箱なので、それと小さい味切り包丁です。これは釣りをする人なんかはすごく取り回しが効いて小さい魚をさばいていくのに使いやすいかなという風な感じのものになっています。それと薄葉が先ほどちょっと紹介した、これ銘が古い感じなんですよね。ちょっと見にくいですけれども、かなり古いものになってるかなと。剥き物の包丁。これは丸秀の下に青鋼とあるので、青鋼を使った包丁ですね。やっぱ白鋼よりちょっと硬い分長切れするのかなという感じになってます。で、牛刀が4本。こちらが頬の絵を使った和牛刀ですね。和食さんなんかはこういった持ち手のものを使いたがるので、あとこれはかなりでっかい包丁です。これも先ほどの鮭切り同様、魚屋さんが使うんでしょうね。一般的には使いようがないサイズになってますけれども、つば付きの牛刀です。これつばなしの牛刀で、こちらは最上という風に銘打たれていて、鋼を使った包丁ですね。こちらは S なのでステンレスかなと思いますけれども、少しリーズナブルでお買い求めやすい感じになっているのかなと思います。はい。それと、ペティナイフが1本。で、洋出刃ですね。ちょっとこちらの出刃包丁より幅が狭いんですけれども、分厚くてかなり重量のある包丁になってます。最後が特殊包丁が3本。こちら骨すき、鶏なんかをさばく包丁ですね。ちょっと形がいびつになってますけれども、この形で筋を切ったり、中に入れ込みながら刃先を細かく動かして鶏をさばいていくっていう形に優れた包丁になっています。で、こちらもうなぎ包丁。18センチですかね。ちょっとこの剥き物包丁の逆パターンになってますけれども、うなぎをこう入れてこうさばいていくのに、この角度が絶妙にいいんですよね。うまく作られてますね、包丁は。こちらはちょっと刃がついてないタイプの漬け包丁という、魚のすり身なんかを練ったりこねたりするのに使いやすい包丁になってます。ということで、今回は正元総本店さんと築地又本さんの包丁紹介をさせていただきました。こういった銘の違いで年代が分かったりするとまた面白いと思うんですけども、今後も追求していきたいなというふうに思っています。最初にちょっと黒板で歴史の方を伝えさせていただきましたけれども、結構いい値段がするものなので、できれば歴史なんかも知ったりしながら大切に扱えるとより愛着が湧いてくるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考に正元さんの包丁を選んでみてはいかがかなというふうに思います。また今回の動画に続きまして第3回第4回とその他の包丁も紹介していきたいと思ってますので、お楽しみにしていただければなというふうに思ってます。それでは、これで今回の動画は終了とさせていただきます。その他私のチャンネルでは包丁にまつわることをいろいろと配信させていただいておりますので、そちらも合わせて見ていただけるとありがたいかなと思います。何かご質問等あれば、お気軽にコメント欄にお問い合わせいただければなというふうに思ってます。いつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。